皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はこちらの60、60、20センチのオーダーメイド水槽のお話になります。前回はこちらのレイアウトを組んでいく様子をご紹介しました。で、今回なんですが、こちらのレイアウトを固定していきたいと思います。このまま注水すると流木が浮いたり崩れてしまいます。ですので、流木と溶岩石を接着する必要があります。で、私いつも紙旗の液状接着剤とゼリー状接着剤を使うんですが、さすがに量が多いので厳しいかと思いました。ということで、こちらシリコンシーラントというものを購入しました。なんじゃそれと思われた方にご説明いたします。通常は建築で隙間を埋めたりするのに使用します。普通にホームセンターなどで売っているものなんですが、一般の方が使うことはそれほど多くはないかもしれません。で、こちらは前回ご紹介したモノタロウで購入しました。このシーラントは何でもいいわけではなくてですね、防腐剤が入っていないものを選ぶ必要があります。防腐剤が入っていると生態にダメージがいってしまいますよね。普通のホームセンターにも売っているとは思いますが、種類も豊富で安いモノタロウで注文することにしました。こんな風にノズルの先をカットして液剤を出します。ちなみにカッターを使っている理由は、説明欄ではカッターで切っている絵があったからです。って切れるわけね。おとなしくハサミを使います。ちなみにこのシーラントなんですが、原則1回開封したら使い切るように書いてあります。いつものごとく時間との勝負となります。再度密閉すればまた使えそうなんですが、キャップ的なものがないんです。まあ使い切っちゃえば問題ないか。で、このシーラントはこれ単体では使えません。こんな感じで押し出し機が必要になります。こちらもモノタロウで購入しました。今回購入したものは概要欄に載せておくので、興味があればご確認ください。こんな風に挟み込んだらレバーを引いて注入するだけ。ちなみにお値段はこちらのシーラントが税抜き599円でした。で、こちらのコーキングガンが特価価格で382円でした。では早速注入していきます。このように流木と溶岩石の接着面に流し込んでいきます。まずは大きい流木から固定しております。この辺りは何も難しいことはなく、ただ注入するだけです。正直適量がわからないので適当に出しています。結構アクアリウムで使っている方もいらっしゃるようで、たくさん接着箇所がある場合はいいかもしれません。今回採用した色は溶岩石に合わせて黒にしました。流木も茶色ですのでそれほど目立ちませんね。ただシーラントは明らかに人工物だと分かりますので、できれば何かしらで隠した方がいいかと思います。私の場合は小さな溶岩石の粒を貼り付けることで隠します。液状接着剤は点で接着するのに対し、こちらは面で接着する感じですね。それと瞬時に接着するわけではなく、完全に固まるのにかなり時間がかかります。ですのでアンバランスな部分には向いておりません。私の場合は手を離しても動かないよう配置しておりますので、こちらの接着剤でも問題ありません。そう考えると使い分けるのもいいかもしれませんね。ちょっとはみ出た部分は拭き取ります。瞬時に固まらないのですぐ拭き取れるのはいいですね。私はティッシュで拭いていますが、濡れた布の方が拭き取りやすいかと思います。で、結局ちょっと跡が残っちゃいました。さあ、ここからが大変です。画面左の大量の流木たちを貼り付けていきます。コメント欄でこちら側はもう少し減らした方がいいのではといただきました。確かにその方が右側の大きな流木が際立ちますよね。アドバイスを受けて少し減らしたんですが、どうでしょうか。まだ結構多い感じもしますが、これで固定したいと思います。アドバイスをいただいた方々ありがとうございました。こちら側はこのシーラントが大活躍でした。とにかく量が多いので液状接着剤だとすぐに補助剤を使い切ってしまう。まあ別のもので代用できるようなんですが、細かい流木とかだとちょっと使いづらいかもしれません。で、これ半分今自分に言い聞かせています。で、この辺りでちょっと雲行きが怪しくなってきています。で、この接着剤は押し出して使うんですけど、ノズルの先から少しずつ出てくるんですよね。で、ぴったりと止まってくれるわけではないのでちょっと難しい。保存もしにくいので早く使わないとというプレッシャーもあります。あとはとにかくこのシリコンシーリングでかいです。もうこれ紙旗の液状接着剤と比べても比較にならないサイズ感。取り回しのしにくさがかなり難点です。文句を言いながらもなんとか頑張って貼り付けています。良かった点としては黒だと接着面が目立たないことですね。となんとか自分に言い聞かせて頑張ります。おやおや、何やら流木と石の間に挟み込んでいますね。綿のようなものが見えますが、一体何でしょうか。流木のため綿のお布団を引いてあげてるんでしょうかね。優しいですね。なんか細長い何かが映ってますね。その先から何か液体的なものが出ているような。せっかくのお布団を濡らすなんて何を考えてるんでしょうか。おまけに煙まで。はい、やっぱりこうなっちゃいました。
上畑の液状接着剤です。いや本当にこれ最高ですね。流し込んで数秒で接着するそのスピード、また接着してからの抜群の安定感、それにこんな狭いところにも流し込める立ち回りの良さ、いやもうこれしかないでしょう。やっぱりこいつの凄さが際立っちゃいました。いや一応初めはシリコンシーラントで挑戦しようとしたんですよ。ただデカさが邪魔でこのスペースに入らなかったんです。よくよく考えればわかることなんですが、大きさはかなり物理的制約を受けますよね。そういう意味では使い分けが必要ということでしょうか。大量の細かな石を貼り付けるということであればいいんですが、このように入り組んだ部分には適していませんでした。今回はいい勉強になりました。気を取り直して先へ進みましょう。お次はこちらの小さな浅間溶岩石を使います。このように大きな石の隙間を埋めるために使います。隙間が空いていると生体が入り込んだり挟まったりしますよね。それで命を落とすこともあるのでしっかり塞いでおきます。あとはこのように土留めとしても使っていきます。一応今のところ敷き分けにしようかと考えています。ただ全然変わる可能性もあります。優柔不断なんで。でこんな感じで流木の穴が開いたところも石で塞いでいます。一応ソイルを入れて水草を植栽するためです。あとは背面側にも溶岩石を詰めてくぼみを作りました。ここにもソイルを入れる予定です。実はあれから数日経過しました。なんでソイル入れてないのと思われた方もいらっしゃるかもしれません。私が使用したシリコンシーラントは固まるのに数日必要で、本来は5日程度必要と説明欄に書いてありましたが、だいたいしっかり固まっている感じがします。常に暖房をつけているので乾燥も早いかなと思っています。このままソイルを入れるかというとそうではありません。そのまま立ち上げてもいいのかもしれませんが、別にじらしているわけではなくてですね、念のためシリコンシーラントのアク抜きをしておきます。アク抜きは流木だけではないんですよね。このシリコンは防腐剤が入っていないとはいえ化学薬品、アク抜きをしておかないと生体などに影響を与えるかもしれません。今回は念には念をということで事前に処理しておきます。でどのようにアク抜きをするのかと言いますと、注水をしていきます。注水をして数日放置し、それを3回ほど繰り返します。なかなか大変ですよね。そういった点でもちょっと使いづらいかもしれませんね。ちょっと悪い点ばかり紹介しているような気がします。こんなはずではなかったのですが、逆にそれだけ上畑の接着剤が素晴らしいということですね。日々の企業努力のおかげですね。上畑さんいつもありがとうございます。特に何かを送ってほしいわけではありませんよ。あとは注水して流木が浮き上がらなければ大丈夫です。水を入れると流木の色が変わったり見え方が違いますよね。ちなみに事前にアク抜き処理済みのものを購入したので、これらの流木のアク抜きは必要ないかと思います。必要ないとはいえ不安はありますので一石二鳥ですね。はい、ということで注水完了しました。Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again. はい、いかがだったでしょうか。今回はシリコンシーラントのご紹介をいたしました。なんとも言えない結果になってしまいましたが、たくさん細かいものを接着するには使えます。私のように時間に追われてない方にはおすすめできますね。次回はソイルを入れて植栽まで行きたいと思います。ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しく思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。